成功。指定された座標へ到着したと思う。魔導スラスター出力全開。おい、無茶はやめろ。背負った機体が熱くなって。風魔法で墜落の衝撃を緩和する。ほら、おとり巻きども、ボサッとすんじゃねえ。てめえらの群れのお荷物はてめえらでケツを持て。了解。行くぞケイト。風よ。ここはこの潮の匂い、熱い砂浜。これはそこのツンツン頭の夢か。うん、一番闇との遭遇率が低そうなエースさんの夢に座標を指定したんだ。過去の移動履歴から運よく最適なルートを選択できたみたい。よかった。大丈夫かオルト。あちこちに装備の部品が散らばってしまっているぞ。大丈夫。修復プロトコルを実行できればギアの状態が元に戻るから。それよりも今はやっぱりダメか。兄さんやシテュークスとの通信ができない。リドルさんの夢の中限定の通信障害かと思ってたけど違うみたいだ。一体何が起きてるんだろう。心配だな。今視界の隅で何か動いたような。砂からはみ出しているあの黒い紐、まさかグリムの尻尾か。やっと息ができたんだぞ。おい、砂を食っちまった。ヤシの木の隣。珍妙な体勢で倒れているのは監督生だな。おい、無事か。おいこらセベク、監督生の真横で倒れてる俺らのことは無視かよ。ふん、貴様らはどうせ無事だろ。見た目より頑丈なのはもう知っている。言ってて、僕たちが頑丈なのはその通りだけどな。落ちたのが柔らかい砂の上でよかった。くっそ、服の中も耳の中も砂だらけだ。ちょっとレオナ君、ブルブルして砂まき散らすのやめて。見たところ全員揃っていそうだが、念のためハーツラビル番号 1!2!3!ってそうだ、リドル君はどうなったの？まだ自身の夢の中だ。崩壊に巻き込まれてかなり深い眠りに落ちてしまったのは間違いない。深い眠りってシルバーが落ちちまったすげえ寒くて真っ暗なとこか？おそらくそうだろう。寒くて真っ暗ってえらく抽象的だな。危険な場所なのか。深淵。闇に飲み込まれる前を第一階層、飲み込まれた後を第二階層とするなら、さらにその下第三階層はまさに深淵そのものだった。俺も自分の夢で落ちたからわかる。何もなく誰もいない、ただ静かに暗闇が口を開けていた。そしてその奥には醜悪な怪物が待ち構えている。なんすかその怪物って。てめえが一番見たくないものだ。俺は自分自身だったが。確かに俺が深淵で対峙したのもその時一番直視したくないものだった。おそらくあれは自らの心の闇が作り出した悪夢そのものだ。
リドルも今頃一人で戦っているかもしれない。そんな助けに行く方法はないのか？あのリドル先輩だぞ。貴様らの助けなどむしろ足手まといだろ。必ずや闇を打ち破り自力で戻ってくるに決まっている。それを他領のやつに先に言われるのはなんか癪だな。でも僕もそう思う。頭なら闇の1体や2体、いや100体は軽くひねれるはず。そうね、お前らの言う通り、そういう意味での心配は俺もいらないと思う。でもさ、リドル寮長の夢って崩壊しちゃったじゃん。戻ってくるってどこに戻ってくんの？ハッピーエンドを迎えられなくなった夢の世界はマレウスさんにリセットされ再構築される。まるで全滅したら自動的にセーブポイントまで戻るビデオゲームみたいに。それってまさか幸せな結末を迎えるまで何度もループするとか？その可能性は高いね。これは統計的サンプリングから算出したデータじゃなく少ないサンプルからの推測に過ぎないけど、でもリドルさんが深淵から戻ってくるなら自分の夢の世界にあるいずれかのセーブポイントだと推測されるよ。ならどこにも戻れずに一人で深淵をさまよい続けているなんてことはないんだな。知るかよ。確認する手段がない以上考えたって意味がねえ。たとえ不測の事態が起こっていたとしてもあいつなら自分でどうにかするだろう。ガキの心配する父親かてめえは。うざってえな。ああ、トレイ君、とうとうレオナ君にも言われちゃった。茶化すなよケイト。お前だって知ってるだろ。リドルは確かに強い。でも時に驚くほど脆くて幼い部分がちらつく時がある。レオナがリドルの実力を認めてくれているのは寮生として誇らしいが、あいつの夢の中を覗いてしまった今、絶対に大丈夫だなんて俺にはとても言えないよ。わかるよ。すごく心配だよね。でもレオナさんの言う通り、今僕たちにできることは何もないんだ。それはリドルさんだけじゃなく兄さんも同じ。僕も今すぐ兄さんの夢まで飛んでいって無事を確認したい。オルト、ごめん、そうだよな。お前が一番不安だよな。でも今飛び出してもただ迷子になってみんなに迷惑をかけるだけ。それに僕だけで夢を渡ったらマレウスさんにもバレちゃう。僕の言動さっきからすごく矛盾してる。行動プロセスと抑制プロセスが魔導回路の中で無限ループするんだ。いくつものスレッドが競合してデッドロック状態になってるよ。本当に何もできない。僕今すごく役立たずだ。僕一体どうしたらいいの？オルト、お前が焦る気持ちはよくわかる。だが今は安静にして怪我を治すことが最優先だ。もし今すぐにお前の両親やイデア先輩に連絡が取れていたとしても絶対に俺と同じことを言うだろう。でもいいか、お前は絶対に役立たずなんかじゃない。シルバー先輩の言う通りだ。お前がいなかったらローズハート寮長に一発食らわせることなんかできなかった。それどころか僕たちだけでは満足に夢を渡ることすらできなかったはずだ。夢を渡るたび毎回ドシーンって地面に落ちなくなっただけでもすげえことなんだぞ。そんなのみんなの魔法でだって今回もうまくいかなかったし。何急にネガティブじゃん。いつもの僕は有能ムーブはどうしたの？オルトは怪我をしたせいで余計に不安になっているんだろう。それは人が体調不良の時に自律神経の乱れから不安感やイライラを募らせる現象のこと？てかさ、人がって他人事みたいに言うけど、お前もバグかなんかで心を手に入れたんでしょ？だったら俺らが感じる不安やイライラはお前も感じて当たり前だよね。エネルギー残量もかなり少ないんだろ？もうクタクタってことなんじゃない？不安、クタクタ。僕が
不安なのか。よし。シルバーさん、どうして僕のハンドパーツを握るの？不安な時はこうすると心が落ち着く。昔父が教えてくれた。怪我が回復してから俺たちに何ができるか一緒に考えよそうそう、焦ってる時こそ一旦ストップ。これマジ大事。ほら見てみ、レオナくんなんかあっちの木陰でとっくにチルタイム満喫してるから。だってレオナさんは戦いの連続で構成レースにかなりのダメージが蓄積されてたし。そんなんおめえもだろ。どこもかしこもボロボロなんだぞ。僕、生まれて初めてなんだ。こんなに長く兄さんとも外部ネットワークとも接続できないエアギャップ状態が続くのは。兄さんにもしものことがあったらどうしよう。僕がこうしてる間に父さんや母さんがまた大切な人を失うことになったら、そんなの嫌だ。約束したのに。ありゃ、オルトちゃん泣いちゃった。泣いてる？僕泣いてるのわからない。四角モジュールが故障して冷却水が漏れちゃう。それは冷却水じゃなくて涙だろ。まあ人間も感情を落ち着かせるために涙を流すって言うし、冷却水ってのも間違いではないな。何を冷静に解説している。元はといえば貴様の言葉がきっかけでオルトを不安にさせたんだろ。慰めの言葉の一つや二つかけてやらんか。俺のせい？参ったな。あ、そうだ。オルト、頭に触ってもいいか？というか俺の手は無事でいられるか？僕の髪、特殊なガスで作った低温の炎だから触っても平気だけど。どうして？昔弟や妹が泣いてる時はこうやって頭を撫でて、なんというかエアダスターの風を手のひらに当てられてるみたいな不思議な感触だ。お前がこれで落ち着けるかはわからないし、ただの気休めかもしれないが、うちの1年生たちを守ってくれてありがとう。俺たちが見ていなかった他の寮生の夢の中でもお前はずっと戦ってきたんだろ。よく頑張ったな。偉いぞオルト。だって僕はそのために生まれたんだ。なのに兄さんに何かあったら僕は弟に心配かけて泣かせて。イデアは悪い兄ちゃんだな。兄さんは悪くない。全宇宙で一番天才で。オルトの言う通りだ。イデアは宇宙一の天才だしきっと大丈夫だよ。だから安心して休め。でも僕オルくん、オルくん、オルくん。この声、母さん？オルくんってば。もう姉ばあさん、ほら起きる時間よ。オルト。母さん？あれ、僕今スリープしてた？よく寝たんだぞ。信じられない。僕が自動でスリープモードに入るなんて。
暖かい砂が気持ちよくて、俺もいつの間にか寝てしまってたな。起きたのか、オルト。気分はどうだ？悪くないけど。僕、シルバーさんとトレイさんに挟まれて寝てたの？そうだよ。さすがのオルトちゃんもトレイ君とシルバー君のお兄ちゃんパワーには抗えなかったみたいだね。じゃ、初めての寝落ち記念に1枚。ハッシュタグ初寝落ち、すやすやモードオン。お疲れオルトちゃん。ほい、投稿完了。お兄ちゃんパワーって何？いや、それより今、母さんの声が。ほらパパ、オルくん起きたみたい。オルくん、ママだよ。母さん！ああ、よかった。やっとつながった。僕、どれくらい寝てた？ごめん、こんな時に。心配するな、オルト。現実と夢の中では時間の進み方が違う。お前とステュークスの通信が途切れてから現実ではまだ30分も経っていない。よかった。エアギャップ状態でも修復プロトコルは正常に作動してくれたみたいね。あれがオルトの両親？オルトの姿から考えれば超納得なんだけど、イデア先輩の両親って考えると。マジ？あれがゲーム機の電源コードを隠すママ？それより兄さんは無事なの？オルト、落ち着いて聞くんだ。管理者マレウス・ドラコニアにイデアの計画を気づかれた。今マレウスはイデアの夢にアタックを仕掛けている。それにより我々もイデアとの連絡が取れなくなってしまったんだ。マレウスさんが兄さんの夢にダイレクトアタックだって？親父殿、マレウス様の足止めをしていたリリア先輩は？魔導回路のログを解析する限り、かなり深く眠らされてしまったみたい。そんな。兄さんからのエマージェンシーはあったの？なかった。している時間もなかったのかもしれない。だが署員との会話の途中で不自然に通信が途切れた。それ以降こちらから何度復旧を試みても通信は回復せず。しかし魔法領域内に張り巡らせた魔導回路のエラーログからマレウスがイデアの夢に侵入したことが判明した。さすがはドラゴンの妖精。でっかい足跡がドスドス解析ログに残ってたわ。それでイデア先輩はどうなったんだ？まさかすでに深い眠りに落とされて。いいえ、夢に侵入されたとは言ってもまだ管理者との接触には至っていないはずよ。夢の中にあるイデ君の部屋には対レーソ法則転写障壁が張り巡らせてある。マレウスにだってそう簡単には突破できないはず。でも正直時間の問題ね。ねえ、イデア君って3分で魔王攻略を解説する動画でチートツール開発中にマレウス氏にバレたら即ゲームオーバーって言ってたよね。そうだ、チートツールとやらはどうなったのだ？イデ君からの最後のチャットログは速報、全宇宙を支配する力、解放間近。ここからが長いだった。この全宇宙を支配する力ってチートツールのことね。開発は最終段階であることは間違いない。だが正直コードを書き上げてからが本当の勝負なのよね。しかも今回はアルファテストすらできないぶっつけ本番リリース。クリティカルなバグを出すわけにはいかない。イデ君も限られた時間でできる限り完成度を上げようとしていたはず。本当に今の今まで何も気がついていなかったのか、俺たちを泳がせていたのかは知らねえが、この局面でマレウスが動いた。つまりシルバーたちを隠れ蓑に仕込んでたチートツールは本当に大逆転を呼ぶギャンビットになるかもしれねえってことだ。ずっと半信半疑だったが無駄働きにならなそうでよかったぜ。悠長なことを言ってる場合じゃないよ。今兄さんが眠らされたら計画は失敗だ。
今すぐ助けに行かなきゃ。それはできない。イデアの夢の中はすでにマレウスの作り出した闇に占拠されている。イデ君もなりふり構っていられないのか。部屋に貼っていた霊素障壁を何重にも厚くしていて、私たちも外から手出しができないの。つまり兄さんはたった一人でチートツールを開発しながら霊素障壁を維持し続けてマレウスさんの侵入を拒んでるってこと？むちゃくちゃだ。そんなのすぐに限界が来ちゃう。父さんも母さんもなんでそんなに落ち着いていられるの？兄さんは今この時にも。アルくん、これなんだ？これ兄さんの夢の映像？正確には映像ではなく断片的な観測画像。イデ君からの通信が途絶えてからしばらくしてこの画像を受信したの。それから数分に1回ノイズだらけだけどイデ君の部屋の観測画像が送信され続けてる。あの子はまだ勝利を諦めていない。きっと大丈夫よ。その証拠に。あれ？ちょっと待って、さっきの画像もう一回見せてくんない？画像の隅っこの方見切れてるけど小さく人影が映ってない？本当だ。どこかで見たことがあるような。どっかで見たどころじゃないよ。間違いない。これはリドル君だ。なぜリドルがイデア先輩の部屋に？自身の夢で深淵に飲まれたはずでは。もしかして兄さんとっさにヘルプ人員を召喚したの？でもなんで僕じゃなくてリドルさん？そんなもんてめえが俺たちのナビを担当してたからに決まってるだろうが。シルバーの魔法で夢から脱出はできてもお前がいなきゃどこに飛んでいくかわからない。あいつはただ風船の糸を切らない判断をしただけだ。あ、そっか。さすがは兄さん、一瞬でそこまで考えるなんて。それでとっさの判断で引っ張り込んだのがモニタリングしてた夢にちょうど戻ってきたリドル君ってこと？なるほどな。逆に糸が切れた風船が一つ飛んでいって奴はとっさにそれを掴んだのか。これが現実だったら居場所が不確定なモニターに映っている人間を自分の部屋に召喚するなんて大魔法師でもなかなかできない大技だけど、兄さんの場合モニターに映ってる人を手元に召喚するのはむしろ日常だから、ソシャゲで強くイメージできれば夢の中では何でも実現可能だしね。リドルさんが兄さんをサポートしてくれるなら少しだけ希望が見えてきたかも。あのさ、空気読めないことを言っていい？リドル寮長ってかなりデジタル系に弱いイメージがあるんだけど、この状況でイデア先輩の役に立てんの？おいエース、ローズハート寮長に失礼なこと言うな。何かはあるだろう。マジフトのサポーターみたいに声援やラッパで応援するとか。それ頭脳労働してる人には邪魔にしかならないやつ。どうかリドル君がイデア君にキレまくってジ・エンドなんてことになりませんように。いくらなんでもそれはないだろう。多分だって見るからに相性悪いじゃん、あの二人。きっとイデアは何か考えがあってリドルを呼んだはずだ。二人を信じよう。というか信じて無事を祈るくらいしか俺たちにやれることはない。その通り。お前もたまにはいいこと言うじゃねえか。俺たちにできることは何もない。奴らの勝利を祈りつつ全力で回復に努める。それが最善だ。観測画像が送られてくるのは数分に1回か。見ていることしかできないなんて。イデア先輩がチートツールを完成させるのが先か、若様が霊素障壁を突破するのが先か。ここまで来ておしまいだなんて絶対に嫌なんだぞ。
頑張れリドルさん兄さん